こんにちは、ポーセリンペインティングサロンオーディッシュです。今回の白地絵付けは、書店で購入できる大人の塗り絵、ルルーテの花の塗り絵の本から、下絵をきちんとペン書きしてからの絵付け方法です。いつもはフリーハンドで描くことが多いですが、今回はこちらのパンジーを模写してみます。後半では縁回りに少し地模様をつけて変化を足していく方法も紹介しています。まずは速乾性のペンワークオイルで絵の具を溶いて準備します。線書きの色は真っ黒ではない濃いめのグレーがおすすめです。今回はボームグレーという色を使用しています。緩めに絵の具を溶いてポタポタと落ちる程度です。ペン先は文房具屋さんで購入できるスクールペンです。消耗品なので細い線が描けなくなったら取り替えます。スルスルとこのようにペン書きができれば OK です。先にブルーカーボンを使って下絵を写しています。あとは下絵通りにアウトラインをペン書きしていきます。速乾性のオイルなので絵の具が乾かないうちに手早く描いていきます。一定の滑らかな細い線で描くのは結構難しい作業になります。できるだけ細く描きたいところですが、力の入れ具合や絵の具のつけすぎにより太い線になってしまうこともあります。太くなってしまった線は絵の具がすっかり乾いてしまってからカッターで削って線を細く修正すると良いです。ペン書き線がすっかり乾いたら絵付けに入ります。まずはこの絵の中で一番暗い部分、花と花の隙間に見えているグリーンから手掛けていきました。隙間に見えているグリーン一色の中にもつぼみや葉っぱがあるので、下絵の通りに描き分けをしていきます。葉っぱはしっかり葉脈に沿って筆を入れていきます。1回目の絵付けなので、色はオリーブグリーン一色で描いています。葉っぱが混み合う部分があるので、葉っぱの上下を意識しながら色を入れていきます。1回目の作業としてペンワークと葉っぱ描きまでで一度調整を行いました。2回目の絵付けも奥に見えている葉っぱの部分からさらに濃く暗く陰影を深める作業から行いました。周りの葉っぱにも陰影をつけていきます。色はブルーやブラックなど混色したグリーンを使っています。明るく見える部分にはレモンイエローも足しています。オイルペインティングやトールペイントのように葉っぱの上から花の色をつけることはポーセリンペインティングではできませんので、花びらをしっかりと避けながらグリーンを入れていきました。同じ作業が続くので早送りにしています。やっとここから花びらの絵付けに入ります。下絵がしっかりあるのでアウトラインに沿って色を丁寧に入れていきます。まずはライラック色で花びらを描いてみました。小さなこの花びらの中でワンストロークを入れて軽く中央の方に向かってさっと吐くような入れ方で描いています。
ポーセリンペインティングの場合は、同じ場所で筆を何度も払ってしまうと、色をつけるつもりが逆に色を取ってしまうこともありますので、ワンストロークで入れたところをまた上から触ってしまわないように気をつけながら描くと良いと思います。色は今回お手本にした本の写真の中から似た色を手持ちの上絵の具の中から選んで使用しています。まずは効率よく同じ色の花びらばかりを描いていきました。先に描いたグリーンと接触する花びらは、筆の中にグリーンが混ざらないように気をつけながら描いていきます。筆目をできるだけ残さないように描くのは難しいですけれども、花の中心に向かって筆を吐くようにすると筆目が若干目立たなくなっていきます。白いお花には影になる部分にのみグレーを入れていきました。白いお花の明るい部分にはできるだけ白地の白を残すように影の部分にのみグレーを入れていきます。花芯を描き始めるとやっとパンジーらしくなってきます。花芯には濃いめの紫を刺しています。ここまでで第二調整を行いました。一旦調整すると色が結構落ち着いて薄くなったように感じます。3回目の絵付けは花の2回目の色入れになります。まだまだ薄い色をさらに濃くはっきりとした色合いに近づけていく作業です。色は1回目と同じ色を使っていますので、早送りにしています。今回お手本に選んだルルーテのパンジーはかなりはっきりとした濃い色合いでしたので、できるだけお手本の色に近づけるようにしっかり色入れを行っていきました。今
宮廷画家であったピエール・ジョセフ・ルドゥーテのお花のシリーズは、やはりバラが有名で、絵付けをする方々やアートに携わる方々は一度は憧れて模写された方も多いかと思います。トゲの一本一本までリアルに精密に描かれたバラを模写するのはかなりハードルが高いですよね。今回は比較的描きやすいかなと思いました。このパンジーを見本に描いてみました。雫の描き方は別動画でも過去に上げているので、よかったらご覧ください。概要欄に貼っておきます。葉っぱと同じ色で雫の中に影をつけて、周りをぐるっと一段濃くしてハイライトをつけます。雫の下の方にも同じ白でハイライトをつけています。当板の縁周りに爽やかなグリーンをつけてみました。描きながら周りは何色にしようかなといつも考えていることが多いです。早送りにしているので分かりにくいですが、スポンジでポンポンと叩きながら色をつけています。今回はメイク用の三角スポンジを使用しています。淡いパステルカラーの色合いでしたら1回で綺麗に色が乗ります。ここまでで第3調整を入れました。パンジーやビオラ特有の花びらについているラインを細く濃く丁寧に入れていきます。動画では省略しましたが、このライン描きの前に陰影を深める絵付けも行ったので、アクリル板の腕置きを使ってライン描きを行っています。楕円の周りにアンティークゴールドで色を入れているところです。黄色のラインはマスキングテープです。この部分は筆で色をつけました。下にはくるくる回る円卓を置いています。同じように縁周りにも筆で金色をつけました。アンティークゴールドはパディングではなく筆で色をつけた方が色が乗りやすいです。ここまでで4回目の調整を行いました。5回目の作業としてリムに少し変化をつけたくて地模様を入れてみることにしました。レース模様のマスキングテープです。表面がつるっとしたマスキングテープですので再利用ができそうな感じです。1回目に入れたライムグリーンの色を活かしつつ、ほんのり地模様を入れてみたかったので、今回はパールホワイトという色を使っています。色は遠目には分かりづらかったのですが、光に当てるとパールホワイトがほんわりと入っている状態に地模様がついているかと思います。最後に5回目の調整をして出来上がりです。今回のように下絵をすべてしっかりペンマークをしてから絵付けをするとキリッとした印象の絵に仕上がるような気がします。今回は色の濃い花を描いたので花びらもペンマークを施しましたが、淡い色彩のお花の場合はペンマークは茎と葉っぱまでに留める方が良いかもしれません。最初にペンマークを行ってから絵付けをする方法を今回はご紹介しました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。